今回は不思議な世界のドジな天使さんのお話です。最後まで聞いてね。天使の白い箱。そこは真っ白な世界だった。僕の周りには誰もいなくて、ただただ真っ白な空間だった。僕はすごく不安になって、誰かに会いたくて、とにかく歩き回った。ところが、そこは考えられないくらいに広くて、どんなに歩いても誰にも出会うことができなかった。疲れた僕は座り込み、不安に押しつぶされそうになりながらじっとしていた。この世界から逃げ出したい。元の世界に戻りたい。ところが、元の世界というのが僕にはわからなかった。一体僕はどこにいて、どんな世界でどんな生活をしていたのか。僕は僕と言っているけど、本当に男の子なのか、それとも本当は女の子なのか。僕のママは、僕のパパはどこにいるんだろう。何も思い出せない。どうして僕には記憶がないんだろう。僕の頭にどうしてが渦巻いた。頭の中は真っ白で、まるでこの世界のようだ。今までの記憶が何もないなんておかしいじゃないか。どうしてだろう。一体僕の身に何が起こったって言うんだろう。僕は体を小さくすると、力強く両肩を握りしめ、顔を膝にうずめた。どんなに歩いても、どんなに動き回っても、どうすることもできない不安を抱えたまま、僕は眠りについた。どれだけ眠っていたんだろう。気がつくと、やっぱり真っ白だった。僕はやっぱり誰かに会って話がしたいと思い、また歩き出した。ところが、今度はちょっと歩いたとこで、おじさんに出会った。おじさんは真っ白な膝まであるワンピースのような洋服を着ていた。髪の毛は黒々していて、この真っ白な部屋には似つかわしくなかった。こんにちは。僕はおずおずとおじさんに話しかけた。するとおじさんは、おやという顔を僕に向けて言った。新入りかい？新入り。おじさん、ここはどこなの？真っ白で広くてたくさん歩いたけど、やっとおじさんに会えたんだ。ああ、そりゃ広いよな。おじさんは当たり前だと言いたげに笑っていた。ここはね、天使の箱だよ。天使の箱？天使の箱なんて聞いたことがない僕は、おじさんの前に座ると、じっとおじさんを見つめた。おいおい、そんなに見つめられたら照れるじゃないか。おじさんはそう言いながらまた笑った。天使の箱って何？お前は何も知らないんだな。おじさんはそう言ってから僕に教えてくれた。天使の箱というのは、まだ仕事を言いつかっていない天使が神様から呼ばれるまで待っているための場所で、本当はたくさんの天使がいるけど、あまりにも広すぎて他の天使と出会うことなんてよほどじゃないとありえないそうだ。そして
この箱に入れられるのは役目が終わって神様が必要ないと思った天使が入れられる。入れられた天使は次の神様が決まるまで出られないそうだ。ということは僕も天使なの？ああ、そうだよ。だから背中に羽があるだろ。そう言われて僕は背中に腕を回してみた。けれどあまりに小さい羽は僕の手には触れることができなかった。その逆におじさんの背中には大きな羽がついていて、真っ白な世界に真っ白な羽だから気がつかなかったんだ。おじさんの羽は大きいんだね。大人だからね。僕は子供だから小さいの？おじさんはちょっと黙ってからさあねと言った。大概の天使は仕事が終わってここに入れられる。入ってきた天使は仕事に疲れているからみんな次のお呼びがかかるまで寝てるんだ。そうなんだ。みんな記憶がないの？おじさんは変なことを聞いてくる子だというように僕を見ていった。お前は記憶がないのか？え？うん。おじさんはあるの？あるよ。誰だって以前の記憶はあるが。じゃあなんで僕には記憶がないんだろう。おじさんはちょっと困った顔をしたけどこう言った。中には記憶がないのもいるさ。神様に作られたばかりとか、あまりに役に立たなくて記憶を消されたとかな。神様に作られたばかりって、それは生まれたばかりってこと？僕はもしかしたら生まれたばかりだから記憶がないのかとなんだか嬉しくなった。ところがおじさんが次に言った言葉でがっかりした。お前はある程度育ってるし役に立たなくて記憶を消されたんだろうさ。どうやら作られたばかりの天使は小さいらしい。僕はある程度の大きさになってるから何度も仕事をしてきたらしい。けれど役に立たなかったから。大丈夫だよ。記憶が消されたってことは過去を知らないんだから、心機一転、一から頑張ればいいのさ。そう言われて僕は嬉しくなった。だって過去の僕がどんな天使だったかなんてわからないけど、心の中まで真っ白な僕は生まれたのと同じなんだから、きっと次はちゃんと仕事ができるに決まってる。でもなあ、散々仕事をして記憶を消されたってことは本当に役に立たなかったんだろうさ。ということは神様方もそんな天使はいらないだろうから、お前をつまみ上げてくれる神様がいるかどうか。そうなの？おじさんは楽しそうに笑っていた。いろいろなことをたくさん教えてもらって、その一つ一つにびっくりしたり大きくうなずいたりして、僕はたくさんの知識を頭に詰め込んだ。こうして何度も眠くなり、眠っては目が覚めてを繰り返した。おじさんも同じで何度も眠っては目が覚めて僕にいろんな話をしてくれた。どうやらおじさんも暇だったらしい。そしておじさんの口から話が出なくなった頃、僕は大きな指につまみ上げられた。箱から出ると僕の前には光の塊のような人がいた。あまりに光っていて見ることができないほどだったけど、その光の塊の人は、私はお前の神様だよと言った。
そしてこれから何をしたらいいのかを教えてくれた。どうやら僕は人間界に降りて一人の男性を助けないといけないらしい。その人は将来世界の役に立つ人間らしくて、今は大学生というのをやっているようだけど、もっともっと勉強して偉い学者になるように手助けをしろってことだった。どんな人だろうとワクワクしながら下界に降りた。きっと人間は僕のことを見たらびっくりするだろうなと思っていたけど、男性は僕の姿が見えないようだった。それからは一生懸命男性を助けるために頑張った。神様は偉い学者になる人間だと言ったけど、どうやらその人間は勉強がそれほど好きではないようで、教科書を開くと寝ちゃう。そのくせ夜になると友達と会ってお酒を飲んで女の人と楽しそうに笑ってる。カラオケというところに行って朝まで歌ったりもしていた。なんとかやる気を出させないとならないと思った僕は、あの手この手で頑張った。おかげで成績は少しは上がったけど、もともと勉強が嫌いな男性はそれ以上は賢くなることはなかった。それどころかお化粧をばっちりして派手な服装をした女性と付き合いだしちゃった。僕もなんだかそんな男性を見ている方が楽しくなっていた。だっていやいや勉強している男性はイライラしたりすぐに寝ちゃったりして、見ていても全く楽しくないんだ。逆に遊んでいる男性はとっても楽しそうでよく笑ってる。どっちの男性と一緒にいるのが楽しいかと聞かれたら、そりゃあ笑ってる方がいいに決まってる。でもこんなことをしていたら、僕はまた神様から愛想をつかされて記憶を消されちゃうんじゃないかという不安もあって、僕なりに頑張りはした。こうして大学を卒業した男性は三流企業という会社に就職した。営業マンという職業に就いた男性は毎日外に出てはベンチに座って携帯を見ていた。これでどうしてすごい学者になれるんだろう。僕には全くわからない。でもきっとどこかで男性の人生が大きく変わるんだろうなと思っていた僕は、男性が事故に遭ったり病気になったりしないようにってとにかく頑張った。そして男性は学者になることもなく、派手な女性と結婚して父親になった。父親になったんだからきっともっと真面目に頑張るんだろうなと思っていたら、やっぱり何も変わらなかった。それどころか会社を辞めて起業したいなんて思ってる。ここで起業なんてしたらきっと食べていけなくなると思った僕は、男性が会社を辞めないように出世させることにした。とは言っても遊んでばかりいる男性の営業成績がいいはずはないから、まずはそこから手助けしないとならなかったけど、なんとか課長にまで出世させることができると、男性も会社を辞めようとは思わなくなった。よかった。これで男性の家族が路頭に迷うことはなくなったんだ。僕はほっとしてのんびりと男性のしていることを見ていた。ところが僕の頭の中に神様の怒りの声が響いた。びっくりした僕はすぐに神様のもとへと戻ってみた。すると神様は目を三角にして僕のことを睨んでいた。お前は何をしているんだ。一体何で怒られているのかわからない僕は神様の前できょとんとしていた。
あの男は会社を辞めてそこから人生をやり直すことになっていたんだぞ。なんで出世させた？でもあのままじゃ家族が路頭に迷うから。あの男は家族から見限られ寂しい思いをしたことで奮起するんだ。そこから勉強に目覚め、やっと遅咲きの学者道を歩いて大成することになっていたんだ。それを邪魔しよって。でもそんなストーリーだなんて僕は知りませんでした。お前を下界にやる前にちゃんと書類を渡しただろう。僕は神様が何を言っているのか分からずにぼんやりしていたけど、下界に生かされる前のことがなんとなく浮かんできた。確かに神様は僕を下界に送る前に大きな封筒を渡してきた。その中には僕が下界に派遣されるための書類が入っていた。だから別に必要なものじゃないと思った僕はそれを。バカ者！その中にあの男のストーリーも入っていたんだ。わしはちゃんと書類に目を通すように言ったのだぞ。そういえばなんかそんなことを言われたような。もういい。大事な仕事だったのに、お前のような役立たずは箱に戻るがいい。というと神様は持っていた杖を一振りした。僕は目を覚ました。そこは真っ白な世界で、僕には何の記憶もなくなっていた。僕は一体誰で、今まで何をしていたのか、ここがどこで、なんでここにいるのか。僕は誰かに会いたくて歩き続けることにしたけど、なんだか初めての経験ではないような気がするのは気のせいだろうか。おしまい。いかがでしたか？優しくてドジな天使さんでしたね。ではまた別のお話でお会いしましょう。